ひょっとこチャンネルへようこそ。当チャンネルでは私の好きな作家、作品について紹介します。本動画は富江紹介シリーズです。シリーズでは漫画、富江の魅力、ストーリー、見どころを紹介します。また、当チャンネルでは伊藤潤二紹介シリーズを公開しています。未視聴の方は、まずそちらの動画の視聴をおすすめします。本動画は富江紹介シリーズの2本目、ストーリー紹介の1本目となります。内容はこちらです。それでは、本編に入ります。第1話、富江。ある日、高校生、富江の遺体が発見される。悲しむクラスメイト、担任。ホームルームで富江について話し合っている中、ドアを開ける者が、それは亡くなった富江だった。ホームルームはパニックになる。なぜなら、富江はクラスメイト全員でバラバラにしたからであった。なぜ彼らは富江を解体することになったのか。なぜ富江は戻ってきたのか。これが富江という物語の始まりです。富江というキャラクターの紹介、続きが気になる謎解き要素。また、本動画ではネタバレはしませんが、第1話のラストは続編に続きそうな終わり方をします。正統派の初回といったストーリーです。また、扉絵の富江がいいです。私はこの扉絵が富江シリーズの中で一番好きです。全員こちらに背を向けてミステリアスですし、富江の腰のくねらせ方がセクシーです。見どころ1、富江の解体。さて、見どころの富江の解体シーン。伊藤潤二さんは初回からギャグを入れます。解体しながら、大腸って太い。それは結腸という部分だ。今日の昼はサンドイッチか、野菜が多い。本来、緊張感のあるシーンになりそうですが、これらのユーモラスな表現で、ふっと気が抜けてしまいます。また、この場面を絵で表現するのではなく、セリフで説明することで、読者の頭の中で想像させるという効果もあります。見どころに、富江の呪い。私が気になっているシーンがあります。富江が崖から落ちるシーンです。説明が前後しましたが、クラスメイトは崖から落ちた富江を解体します。このシーン、アニメでは、富江は男子生徒の手を振り払おうとしたために足を滑らせて落ちてますし、参考文献の伊藤潤二研究のあらすじ紹介では、男子生徒が富江を崖から突き落とすとなってます。では実際に漫画の該当シーンを確認しましょう。男子生徒が富江をビンタして富江の反応があり、その後落ちています。これによりアニメの男子生徒の手を振り払おうとしたというのはアニメオリジナルの表現だとわかります。また伊藤潤二研究の男子生徒が富江を崖から突き落とすは誤りだとわかります。漫画を見る限りでは足を滑らせたと考えることもできますし、一見その解釈は自然に思えます。しかし私は違う考えを持っています。ここからは私の単なる妄想だと思ってもらって構いません。少し怖い妄想ですが、私は富江はわざと落ちたと考えています。落ちるという行為をクラスメイトに見せることにより呪いを植え付けたのだと。そしてその呪いによって自分を解体させたのだと。そう考えると、崖から落ちた富江をクラスの男子全員で解体したことも納得できます。呪われているから、淡々と、昼はサンドイッチか、と言いながら解体できるのです。本来、富江を解体するのは富江に魅入られた男、しもべの役割です。しかし、当時クラスの男子は富江のしもべではありませんでした。しかし、この時の富江が、
すでに自分の能力を知っていたとしたら、そのような理由により私は、富江はわざと落ちた、と考えています。富江は知っていたのです。崖から落ちたらバラバラにされるが、また復活できる、と。この話は梅津和夫賞に投稿するために書かれた作品ですから、他の富江シリーズと設定が合ってないかもしれません。しかしわざと落ちたと考えると、このシーンはなんだかゾッとしてきませんか。第2話パート2森田病院編。第3話地下室。腎臓を患い入院している妙由紀子。ボーイフレンドの北山が見舞いに来るのだが、彼は富江と浮気をしていた。ある日、富江と口論となった北山は富江を亡き者にしてしまう。そして遺体は妙の入院する病院へ運び込まれる。腎臓の移植を待つ妙に富江の腎臓が移植されることになった。しかし富江から移植された腎臓は妙の体内で異常増殖を開始。手術を受け妙は助かったが、摘出した腎臓からは手足と頭部が生えていた。摘出後も富江の増殖能力は消えず、腎臓と頭部は成長を続ける。また富江を体に入れていた妙に富江細胞の影響が出てきて、見どころ1、富江の腎臓の可愛さ。ご覧ください。妙の体内で異常増殖する富江の腎臓です。この腎臓がですね、可愛いんです。この手足を伸ばした感じ、ぬいぐるみにしたいくらいです。見どころ2、高木先生のスタイリッシュさ、狂いっぷり。高木先生とは、第1話の富江のクラスの担任です。先の事件で発狂したため病院へ入院していましたが、富江の気配を嗅ぎつけたのか、病院から脱走します。さて、こちらが病院から抜け出す高木先生です。この塀から降りるシルエットが最高にかっこいいです。次はこちらです。戸棚から這い出してくる方の動き。さらには階段を駆け上る動作。このスタイリッシュさには惚れ惚れします。さて次は狂いっぷりですね。高木先生はどこから聞きつけたのか、富江の運ばれた病院へやってきます。そして富江の遺体をドナーに回すため、父親と偽り、富江を娘の花子であると医者に伝えます。高木先生、かなり狂っています。医者はこんな状態の男の話を信用してしまったのでしょうか。いくら移植を待つ患者がいるとはいえ、怪しすぎます。さて、これらのやりとりですが、2話のラストに響いてきます。伏線というほどではないですが、このシーンを覚えておくと、2話のラストではゾクッとした怖さを覚えるかと思います。富江ストーリー紹介1本目は以上となります。当チャンネルでは富江紹介シリーズと伊藤潤二紹介シリーズを公開しています。興味がありましたらご視聴をお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。